ねえねえマリサ。なんだレイム。ダイムバック・ダレルって知ってる？ああ、パンテラやダメージプランで活躍した伝説のギタリストのことだな。それでは、今日はダイムバック・ダレルについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。ダイムバック・ダレルってどんな子供だったの？ああ、ダイムバック・ダレル、本名ダレル・ランス・アボットは、1966年8月20日にテキサス州グランドプレーリーで生まれたんだ。父親のジェリー・アボットはカントリーミュージックのプロデューサーで、母親のキャロラインと共に彼を育てたぜ。音楽的な環境に生まれたのね。その通りだ。ダレルには兄のビニー・ポールがいて、彼らは1979年に両親が離婚した後も母親、キャロラインと一緒にアーリントンで暮らしていたんだ。キャロラインは息子たちの音楽への情熱を全力でサポートしていたぜ。ダレルはどうやってギターを始めたの？12歳の誕生日にレスポール風のホンドギターとピグノーズアンプを手に入れたのがきっかけだ。彼は初めはブラックサバスやジューダス・プリースト、キス、バンヘイレンに影響を受けて、鏡の前でギターを持ちながらキスのエース・フレーリー風のメイクをしていたらしいぜ。なんだか楽しそうな子供時代ね。でも、ちゃんと演奏も練習していたの？ああ、父親のジェリーがキスの曲を覚えてダレルに教えていたんだ。さらに、ジェリーのスタジオでレコーディングしていたカントリーミュージシャンからも影響を受けていたそうだぜ。お兄さんのビニー・ポールも音楽をやっていたのよね？そうだ。ビニーはダレルがギターを始める前からドラムを叩いていたんだ。兄弟は最初のジャムセッションで、スモーク・オン・ザ・ウォーターを6時間も演奏したんだ。兄弟で音楽に夢中だったのね。ああ、彼らはバンヘイレンのアレックスとエディ兄弟にも影響を受けて、ますます絆を深めたんだ。それが後のパンテラの基盤になったわけだな。それにしても、ダレルがギターで頭角を現したのはいつ頃なの？14歳の時、ダラスのアゴラボールルームで行われたギターコンテストで優勝したんだ。その審査員にはディーンギターズの創設者ディーン・ゼリンスキーもいたんだぜ。その後も地元のコンテストで何度も優勝して、ついには審査員を頼まれるようになったんだ。すごいわね、まさに才能が爆発したって感じね。そうだな。彼の幼少期は音楽に囲まれていただけじゃなく、兄弟や家族の支えがあったからこそ、ギタリストとしての彼が生まれたんだぜ。ダイムバック・ダレルはどうやってパンテラに関わったの？パンテラは1981年にダレルの兄ビニーが高校の仲間たちと結成したバンドだぜ。でも、ビニーはダレルをバンドに参加させることを条件に加入したんだ。最初はダレルの実力に懐疑的だったみたいだけど、最終的には彼を受け入れたんだな。その後、ダレルはどんどん成長していったの？そうだぜ。ダレルは次第にバンドのリードギタリストとして頭角を現し、エディ・バンヘイレンのリラクションや、オジー・オズボーンのクレイジー・トレインを弾きこなすようになったんだ。そして、ダイヤモンド・ダレルというステージ名を使うようになったぜ。パンテラの音楽スタイルって最初からヘビメタルだったの？いや、最初はグラムメタルだったんだ。メンバーはスパンデックスやメイク、ヘアスプレーで華やかなステージを演出していたぜ。父親のジェリーがマネージャー兼プロデューサーを務めて、1983年にはデビューアルバム、メタルマジックをリリースしたんだ。その後、どんな音楽に進化していったの？1984年のプロジェクト・イン・ザ・ジャングルと1985年のアイ・アム・ザ・ナイトでは引き続きグラムメタルの路線だったけど、徐々に音がヘビになっていったんだ。特にダレルはメタリカのライド・ザ・ライトニングに影響を受けたんだぜ。メタリカの影響を受けたのは面白いわね。バンドメンバー全員がそれを受け入れたの？それが問題だったんだ。ボーカリストのテリー・グレイズはこの方向性に反対して、結局1986年にバンドを去ったんだ。それから新しいボーカリストを探して、フィル・アンセルモが加入することになったんだぜ。フィル・アンセルモが加わってからはどうなったの？1988年にパワーメタルをリリースしたんだ。この頃にはグラムメタルの要素を徐々に捨て、よりヘビな音楽に移行していたんだ。フィルはまだ歌詞を書いていなかったけど、ダレルの速いリフがバンドの魅力をさらに引き立てていたぜ。なるほど、バンドの変化の中でダレルの存在感が大きくなったのね。ああ、まさにそうだ。フィルが加わったことで、ダレルのギターワークが全面的に活かされるようになり、パンテラは次の大きなステップに進む準備が整ったんだ。パンテラの進化を支えたダレルの才能、本当にすごいわね。そうだな。彼のギターリフと兄弟の絆が、パンテラを唯一無二の存在にしたんだぜ。パンテラがグルーブメタルってジャンルを作り出したって本当？その通りだぜ。パンテラのサウンドは1990年にリリースされたアルバム、カウボーイズ・フロム・ヘルで大きく変わったんだ。このアルバムで彼らの独自のグルーブメタルが形成されたんだぜ。それ以前はどうだったの？
それまではグラムメタル的な要素が強かったけど、カウボーイズフロムヘルでサザンロックやスラッシュメタルの影響を取り入れた。重くて遅い一テンポの音楽スタイルに進化したんだ。これがグルーブメタルの基礎になったんだぜ。グルーブメタルって具体的にはどういう音楽なの？スラッシュメタルのような激しさと重さを持ちながら、テンポを少し落とした感じだな。ダレルのギターリフがその中心にあったんだ。彼らのグルーブは ZZ トップみたいなバンドからの影響も受けていたぜ。カウボーイズフロムヘルは成功したの？ああ、1993年にはゴールドディスク、1997年にはプラチナディスクを獲得したぜ。それに伴って約200回ものライブツアーを行ったんだ。パンテラの名声を確立した一枚だな。次のアルバムはどんなものだったの？ 1992 年にバルガーディスプレイオブパワーがリリースされた。さらにヘビで攻撃的なサウンドになっていて、ダレルのギターとレックス・ブラウンのベースが一体化して巨大な音の壁を作り上げたんだ。それもまた成功したの？もちろんだ。このアルバムはビルボード200で44位にランクインし、79週間もチャートに残り続けたんだぜ。ローリングストーンの史上最高のメタルアルバム100選では10位にも選ばれている。ダレルのステージネームも変わったのよね。ああ、ダイヤモンドダレルからダイムバックダレルになったんだ。この名前は彼が大麻を10ドル分しか受け取らないことから付けられたんだって。フィル・アンセルモが命名したらしいぜ。その後のアルバムは1994年のファービヨンドドリブンだな。これがビルボード200で1位を獲得したんだ。しかも、史上最もヘビな1位デビューアルバムとも言われているぜ。パンテラは商業的な成功を追わず、常に自分たちを超えることを目指していたんだ。ダイムバックダレルとパンテラの音楽、本当に独自の進化を遂げたのね。そうだぜ。彼らの音楽はメタルの世界に新たな地平を切り開いたんだ。ダレルのギターがその中心にいたことは間違いないぜ。パンテラの後期ってどんな感じだったの？ファービヨンドドリブンのツアー中、ボーカリストのフィル・アンセルモが慢性的な腰痛を抱えたことで、バンド内の緊張が高まったんだ。彼は痛みを紛らわすためにヘロインやアルコールに頼るようになり、他のメンバーと距離を置くようになったぜ。それってバンドの雰囲気に影響を与えたのね。ああ、次のアルバム、ザ・グレイト・サザン・トレンド・キルでは、レコーディングも分かれて行われたんだ。ダレルたちは彼の家の納屋に作られたスタジオ、ジェイシン・ジェイソンで録音し、アンセルモはニューオーリンズでボーカルを録音していたぜ。それでもアルバムは成功したの？ 1996 年にリリースされた、ザ・グレイト・サザン・トレンド・キルは、ビルボード200で4位を記録して13週間チャートに残った。パンテラの中でも最も激しく、低いチューニングを使ったトラックが多いアルバムだと言われているぜ。でも、アンセルモの問題は続いたのよね。その通りだ。1996年7月に彼がダラスでの公演後にヘロインの過剰摂取で一時的に心停止した事件はバンド内に深い溝を作ったんだ。その後も彼のサイドプロジェクト、ダウンやスーパージョイントリチュアルがバンドの活動に影響を与えたぜ。他のメンバーはどう感じていたの？当初はアンセルモのサイドプロジェクトに寛容だったけど、次第にフラストレーションが溜まっていったみたいだな。1999年にはダレルとビニーの母キャロラインが肺がんで亡くなり、兄弟にとっても辛い時期だったんだ。最後のアルバムはどうだったの？ 2000 年にリリースされた、Reinventing the Steel だ。このアルバムもビルボード200で4位を記録したけど、レコーディング自体は困難を極めたらしい。ビニーはアンセルモをスタジオに呼び込むのに苦労したって言っていたぜ。解散のきっかけは何だったの？ 2001 年の 9.11 テロでヨーロッパツアーが中止になった後、バンドは短い休止期間を取ることになった。でも、アンセルモが新しいアルバムの録音よりもサイドプロジェクトを優先したことで、メンバーの不満が爆発したんだ。それで最終的に解散したのね。ああ、2003年にベストアルバム、ザ・ベスト・オブ・パンテラがリリースされたのをもって、事実上の解散となったぜ。ダレルとビニーは最後までパンテラを再結成したいと願っていたけど、他のメンバーとの溝が埋まらなかったんだ。バンドの終わり方は切ないけど、彼らが残した音楽は今も愛されているわよね。そうだな。パンテラの遺産は、今でもメタル界で語り継がれているんだぜ。パンテラが解散した後、ダイムバックダレルはどうしたの？パンテラの解散にダレルは相当落ち込んでいたんだ。でも、兄のビニーと一緒に新しいバンドを結成することを決意したんだぜ。そのバンドがダメージプランだ。ダメージプランってどんなバンドだったの？最初は、ニューファウンドパワーって名前だったけど、最終的にダメージプランに改名したんだ。ボーカルには元ハルフォードのパトリック・ラッチマン、ベースにはボブ・カカハが加入したぜ。彼らの音楽はパンテラと似ていたの？パンテラと同じようなヘビなサウンドだったけど、よりモダンなメタルの要素も取り入れていたな。
2004年2月にはデビューアルバム、ニューファウンドパワーをリリースしたんだ。アルバムは成功したの？パンテラほどの成功には及ばなかったな。初週で4万4000枚を売り上げ、ビルボード200で38位にランクインしたけど、トータルの売り上げは控えめだったぜ。それでもツアーには出たのよね？ああ、デバステーションアクロスザネーションツアーで全米のナイトクラブを回ってファンベースを再構築しようとしていたんだ。この時期、次のアルバムを作る計画も進んでいたんだけどな。でも、それが実現しなかったのよね。その通りだ。2004年12月8日、オハイオ州コロンバスでのライブ中にダレルが射殺されるという悲劇が起きたんだ。ダメージプランはダレルの死によってその活動を終えることになった。信じられないわ、そんな終わり方なんて。本当に痛ましい事件だった。ダレルは音楽の世界で新たな挑戦を続けていた最中だったんだぜ。それだけに彼の死はファンや音楽業界にとって深い悲しみを残したんだ。ダメージプランは短命だったけど、彼らがやろうとしたことはすごかったのね。そうだな。パンテラの遺産を背負いながら、新しい道を切り開こうとしていた彼の姿は忘れられないぜ。ダイムバック・ダレルってパンテラやダメージプラン以外にも色々やってたの？ああ、彼は多彩な音楽活動をしていたぜ。特にカントリーシンガーのデイビッド・アランコーとのコラボレーションが有名だ。彼らは、レベル・ミーツ・レベルというアルバムを作ったんだ。カントリーとメタルって結びつくの？普通はそう思わないだろうけど、このアルバムはカントリーとメタルが融合ではなく、並存しているような独特の作品なんだ。メタルとカントリーファン両方を満足させる革新的なアルバムだと評価されたぜ。他にはどんなことをしていたの？1992年にはパンテラのメンバーとロブ・ハルフォードと一緒に、ライト・カムズ・アウト・オブ・ブラックという曲を作って、バフィー・ザ・ヴァンパイア・スレイヤーのサウンドトラックに収録されたんだ。他にも1996年の映画、スーパーコップでは、彼自身がリードボーカルとギターを担当した、ケージド・イン・アレイジを提供しているぜ。それ以外のコラボレーションもあったの？ああ、アンスラックスのアルバムには何度もゲストギタリストとして参加しているんだ。スコット・イアンは彼のことを、6人目のメンバーと呼んでいたぜ。さらに、キング・ダイヤモンドの、ブードゥーやプレメニシェンの、アイズ・オブ・ザ・サウスでもギターを披露している。ニッケルバックとも関わりがあったの？そうだぜ。彼はニッケルバックのサイド・オブ・アブレットという曲で過去のソロパートが使用されている。それ以外にも映画、チャーリーズ・エンジェルズ、フルスロットルのサウンドトラックでは、サタデーナイト・オールライト・フォー・ファイティングのカバーに参加していたんだ。ニューイヤーのイベントもしてたの？毎年ガソリンというユニットでライブをしていたぜ。テッド・ニュージェントやパッド・トラバースのカバーを中心に、ゲット・ドランク・ナウや、ディス・エイント・アビアベリーみたいなオリジナル曲も演奏していたんだ。亡くなった後も作品が出ているのよね。ああ、ダイムズ・ブラックアウト・ソサイエティやザ・ヒッツという EP がリリースされている。彼の音楽は、彼がいなくなった後もファンの心に生き続けているんだぜ。いろんなジャンルやアーティストと関わって、音楽の幅が本当に広かったのね。その通りだ。彼の音楽への情熱と多彩さは、間違いなく後世にも語り継がれるだろうな。ダイムバック・ダレルが亡くなった事件ってどんなものだったの？2004年12月8日、オハイオ州コロンバスのナイトクラブ、アルローザビラで起きた悲劇的な事件だぜ。ダメージプランのライブ中、ナサン・ゲイルという男がステージに突入して、ダレルを射殺したんだ。どうしてそんなことが起きたの？ゲイルは精神を病んだファンだったと言われている。彼は 9mm セミオートマチックのベレッタを使ってダレルを複数回撃ったんだ。他にもバンドのセキュリティ担当者ジェフリー・トンプソンや助けようとした観客ナサン・ブレイ、従業員エリン・ハルクも命を落としたぜ。恐ろしい事件ね。その後どうなったの？コロンバス警察のジェームズ・ニッケマイヤー警官が駆けつけて12ゲージショットガンでゲイルを射殺したんだ。事件は一瞬で終わったけど、その衝撃は計り知れなかったぜ。ダレルの葬儀はどうだったの？葬儀にはエディ・バンヘイレンやザック・ワイルド、コリー・テイラー、ジェリー・カントレルといった著名なアーティストたちが参列したんだ。彼の遺体は母親、キャロラインの隣に埋葬されたぜ。キッスのジーン・シモンズが提供したキスキャスケットが使われ、エディ・バンヘイレンはバンブルビーギターを棺に入れるために提供したんだ。ギターまで一緒に埋葬されたのね。そうだ。このギターはバンヘイレン2の裏表紙にも載っていた特別なもので、エディはオリジナルにはオリジナルを捧げるべきだと言っていたんだぜ。その後、何か変わったことはあったの？2018年にビニー・ポールが亡くなった時、彼も同じ墓地に埋葬された。2020年には墓地へのいたずらを防ぐために保護フェンスが設置されたんだ。ビニーもかつて、墓地を汚す行為は本当に敬意を欠いたものだと言っていたぜ。そんな大切な場所が汚されるなんて悲しいわね。ああ。
ちなみに、事件の現場となったアルローザビラは2021年に取り壊された。ダレルが残した音楽と影響は永遠だけど、悲劇的な最後は決して忘れられることはないだろうな。本当に辛い話だけど、彼の音楽はこれからも人々の心に生き続けるわね。その通りだぜ。ダイムバック・ダレルの音楽は、メタルの歴史に輝く遺産として語り継がれていくだろう。ダイムバック・ダレルが影響を受けたアーティストって誰なの？彼の影響は幅広いぜ。父親はカントリーミュージックのプロデューサーだったけど、ダレル自身はブラックサバス、アイアンメイデン、ジューダス・プリースト、キス、バンヘイレンといったヘビメタルの大御所たちに強く影響を受けていたんだ。キスのエース・フレイリーもその一人よね？その通りだ。エース・フレイリーが彼にギターを始めさせたんだ。1992年にはフレイリーの肖像を胸にタトゥーで入れていて、その後フレイリー本人にその近くにサインしてもらい、それをまたタトゥーにしたんだぜ。他には誰が影響を与えたの？エディ・バンヘイレンだな。ダレルはエディと自分を比較して、どちらも兄がドラムをやっていたからギターに転向したと言っていたぜ。さらに、エディがヘビロックの象徴なら、ランディ・ローズはヘビメタルそのものだと語っていたな。ダレルはランディ・ローズからどんな影響を受けたの？ダブルトラッキング技術をランディから学んだんだ。これはギターリフを二重録音することで、音に厚みを持たせる技術だな。ブラックサバスのトニー・アイオミも名前が挙がるわね。ああ、トニーのギターリフの作り方に大きな影響を受けたと言っていたぜ。他にもデフレパードのピート・ウィリスにも感銘を受けていて、小柄な自分にもできると感じたそうだ。サザンロックも好きだったの？そうだな。特に ZZ トップのビリー・ギボンズのスタイルに惹かれていたんだ。テキサスで育った彼は、ブルースの影響を受けたサウンドを自分の音楽に取り入れたんだぜ。他のメタルギタリストからも影響を受けてたの？もちろんだ。スレイヤーのケリー・キング、メタリカのジェームズ・ヘッドフィールド、オジー・オズボーンやブラックレーベル・ソサイティのザック・ワイルドからも影響を受けている。彼らのテクニックやサウンドを吸収して、ダレル自身のスタイルを作り上げたんだ。彼の音楽には多くの要素が詰まっているのね。その通りだぜ。ダレルは様々なスタイルやアーティストから影響を受けながら、それを彼独自の音楽に昇華させたんだ。だからこそ、今でも多くのギタリストたちの手本になっているんだな。ダイムバック・ダレルのギタープレイってどんな特徴があるの？彼のテクニックは本当にユニークだったぜ。面白いのは、彼が正式なギターレッスンをほとんど受けたことがないってことだ。スケールを練習するように言われても、そんなのやめてジャムしようぜって考えだったんだ。そんな自由な発想から生まれたのね。他には？バンヘイレンの影響で、彼はシンメトリカルなフィンガリングやメジャーサードを使ったリフが特徴的だった。それに、レガートフレーズを多用していて、滑らかな音を作り出していたんだ。音楽理論に縛られないアプローチだったのね。その通りだぜ。彼はスケールやモードを伝統的な方法で使わず、クロマティックな音を織り交ぜて緊張感を生み出していた。これが彼のプレイを他と一線を画すものにしていたんだ。テクニックだけじゃなくて、音作りにもこだわりがあったの？ああ、テキサススタイルと呼ばれる彼の音作りには、スライドやベンディング、パームミュート、ワーミーバーの使い方が反映されている。それに、ハーモニクスを使ったスクリーム音も彼のトレードマークだな。ギターのチューニングも独特だったと聞いたけど？そうだ。カウボーイズ・フロム・ヘルではドロップ D、マルガーディスプレイ・オブ・パワー以降は全体を1音下げるチューニングを採用した。それ以外にも、1音半下げやドロップ D のさらに下げたバリエーションを駆使していたぜ。ギターソロにも特別な工夫があったの？彼のソロは感情的で、しばしば曲の構成に深く結びついていた。例えば、ウォークやセメタリー・ゲイツ、そしてフラッツといったソロは、ギターワールドの100台ギターソロにランクインしている。曲の構成も大事にしていたのね。その通りだ。彼はソロが曲の流れを妨げると判断したら、潔く削除していた。例えば、スロータードでは、もともとメロディックなソロがあったけど、曲の勢いを損なうとして取り除いたんだ。ダレルのギタープレイって本当に個性的で多面的なのね。ああ、だからこそ彼の音楽は唯一無二だと言えるんだ。彼のテクニックと音楽性は、今でも多くのギタリストに影響を与えているぜ。ダイムバック・ダレルが使っていた機材について教えてくれない？もちろんだぜ。彼の最初のギターはホーナー製のレスポールスタイルだったけど、本当に有名なのは、ディーン・フロム・ヘルというカスタムギターだな。これには面白い話があって、1982年にギターコンテストで優勝して手に入れたものなんだ。そのギターがどうして有名になったの？一度手放した後、友人でギタービルダーのバディ・ブレイズがカスタマイズして彼に返したんだ。青と黒の稲妻模様に再塗装され、カスタムのフロイド・ローズブリッジやビル・ローレンス製のピックアップが搭載された。
これが後に彼のトレードマークになったんだぜ。アンプやエフェクターも特別だったの？ああ、彼はランドールのソリッドステートアンプをメインで使っていた。彼の言葉を借りると、ランドールのクランチが欠かせないらしいぜ。さらに、ランドールと共同で、ウォーヘッドというシグネチャーアンプも作ったんだ。エフェクターはどんなものを使っていたの？ MXR のイコライザーやフランジャー、デジテックのアーミーペダル、そしてダンロップと共同開発した、クライベイビーフロムヘルなんかが有名だ。ノイズゲートも使っていて、高いゲインをコントロールしつつ、彼特有の無音の間を作り出していたんだ。ピックアップにもこだわりがあったの？そうだな。ビル・ローレンスの L500XL ピックアップを多用していて、それを元にセイモア・ダンカンと共同開発したダイムバッカーを使っていた。これが彼の鋭い音の秘密の一つだぜ。彼はどんなアンプメーカーと協力していたの？最終的にはクランクアンプと提携して、クランケンシュタインというシグネチャーアンプを作ったんだ。これも彼が亡くなる直前に完成した製品なんだぜ。彼の音作りには何が大切だったの？高音と低音をブーストし、中音域を削る設定が特徴的だった。これが彼の音を分厚くしながらもシャープに保つ秘訣だったんだ。さらに、彼の演奏スタイルにマッチしたチューニングやギターのカスタマイズが重要だったぜ。本当にたくさんの機材を使っていたのね。そうだな。でも、それ以上に彼自身のアイデアと演奏技術が、その機材を最大限に活かしていたんだ。彼の音作りとプレイスタイルは、今でも多くのギタリストに影響を与えているぜ。ダイムバック・ダレルの私生活ってどんな感じだったの？彼の人生はステージだけじゃなく、私生活でも個性的だったぜ。幼少期に出会ったリタ・ヘイニーとは1984年から付き合っていたけど、結婚はしなかったんだ。結婚しない選択をしたのはどうしてなの？リタ曰く、結婚なんて第三者に許可を求めるようなものと考えていたらしいぜ。二人にとっては神との直接的な関係があれば十分だったんだ。どこに住んでいたの？1995年にテキサス州のダルワージントンガーデンズにリタと一緒に家を買ったんだ。そこではペットのヤギを飼っていて、自分のヒゲと同じようにヤギのヒゲも染めていたらしいぜ。面白い人だったのね。他にも変わった趣味はあったの？1996年にはアンにビニーと一緒にダラスにクラブハウスというストリップクラブを開いたんだ。もともとはゴルフコースを作りたかったらしいけど、費用がかかりすぎて断念したんだな。そのクラブはどんなところだったの？ロックンロールとストリップクラブを組み合わせた場所で、ブラックサバスやキス、メタリカといったツアー中のアーティストがよく訪れたそうだ。他にもナスカーのドライバーやプロゴルファー、ダラスカウボーイズの選手たちも常連だったんだぜ。スポーツとも関わりがあったの？ああ、パンテラはダラススターズの応援歌、バックオフを制作したり、1999年にスターズがスタンリーカップを優勝した際には、優勝パレードで演奏もしていたんだ。その優勝パーティーでは何か面白いエピソードがある？ビニーの家でパーティーを開いたんだけど、ガイカルボノーがスタンリーカップをプールに投げようとして外してしまい、縁にぶつけてへこませたんだって。その話は地元でも有名だぜ。音楽だけじゃなく、いろんなことで楽しんでいたのね。そうだな。彼の人生は音楽、ユーモア、そして人とのつながりに満ちていた。そんな自由で陽気な性格が彼の音楽にも現れているんだぜ。ダイムバック・ダレルの遺産ってどんなものなの？彼は死後も音楽界に大きな影響を与え続けているぜ。2007年にはハリウッドのロックウォークに殿堂入りし、エース・フレイリーも式典で彼を称えたんだ。エース・フレイリーも彼にアルバムを捧げたのよね？そうだ。2009年のアルバム、アノマリーを、ダレルと元キッスのドラマー、エリック・カーに捧げているんだぜ。ダレルの影響力は音楽界の多くの人に及んでいるんだ。彼を記念するイベントもあるの？ああ、ダイムバッシュという追悼コンサートが2010年から毎年開催されている。このコンサートの収益は、ロニー・ジェームス・ディオのがん基金に寄付されているんだ。ダイムバッシュには誰が出演しているの？フーファイターズのデイブ・グロール、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのトム・モレロ、アンスラックスのスコット・ヤン、スリップノットのコリー・テイラーなど、多くの著名なアーティストが参加しているぜ。音楽業界では彼の評価はどうだったの？ローリング・ストーン誌の100人の偉大なギタリストでは92位にランクインしているし、ギターワールド誌の読者投票では史上最高のギタリストで9位に選ばれている。さらに、ラウドワイヤーでは2013年にメタル界最高のギタリストにも選ばれたんだ。他のアーティストたちはどう思っているの？ブラックサバスのギーザー・バトラーは、この世界に現れた最高のミュージシャンの一人と語り、コーンのジョナサン・デイビスは、彼がいなければコーンは存在しなかったと言っているぜ。スラッシュもダレルを、オリジナルなスタイルを持った最高のギタリストの一人と評価している。彼のスタイルは、どんな風に影響を与えたの？
VH1 の2015年のランキングでは、過去25年間で最も影響力のあるメタルギタリストに選ばれているんだ。ゴッド・フォービットのドクコイルは、彼の演奏スタイルがポストスラッシュ、ニューメタル、メタルコアの基盤になったと語っているぜ。ダレルの功績は本当に多岐にわたるのね。そうだな。アベンジド・セブンフォールドのギタリストたちも、彼を重要な影響源として挙げている。彼のギタープレイと作曲の才能は、現代のメタルシーンにとって欠かせないものだぜ。ダイムバック・ダレルの音楽と遺産は永遠に語り継がれるわね。その通りだ。彼の革新性と情熱は、これからも多くのギタリストやファンにインスピレーションを与え続けるだろうな。今日はここまでだぜ。いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。